今日は草原に木を植えていきます。ペイントするだけでこんなに森らしくなりました。でも VR ゴーグルをかぶって入った瞬間、画面はカクカク。これじゃ酔って遊べない。今日はここを仕上げていきます。今日のゴールは3つです。1つ目、ファブから無料の森タックを入れてフォリッジで木を配置できる。2つ目、ブラシサイズ、密度、半径、この3つの関係を理解して VR 向けの感覚に整えられる。3つ目、風の動きとカルディスタンス、この2つを調整して VR でカクつかない森にできる。ここまでを実際の作業画面で全部やっていきます。まずアンリアルエンジン5を起動します。私はライブラリーの最近使ったプロジェクトから前回作ったプロジェクトを開きます。開いたらレベルを開く。これが前回作った草原です。ここに今日は木を植えていきます。次に木のアセットを入手します。コンテンツブラウザの横にある FAB タブをクリックします。検索枠にプロシージャルフォレストパックと入力します。ツリーで検索してもいいんですが、パッケージになっているものは複数のオブジェクトが入っていて森作りに便利なのでおすすめです。価格のフィルターで無料にチェックを入れます。購入を検討されている方はこの項目はそのままでも大丈夫です。それから互換性も今使っているバージョンに合わせておきます。私の場合は 5.5 なので最小値を 5.5、 最大値も 5.5 に絞っています。そうすると動作確認済みのものだけが表示されます。気に入ったものを選んだらプロジェクトに追加をクリックします。右下にダウンロードの状態が出るので完了したら FAB タブの×で閉じます。補足です。過去にライブラリーへ追加したアセットを使う場合はエピックゲームズランチャーのファブライブラリーから入れる方法もあります。任意のアセットを選んでプロジェクトに追加をクリック。追加先のプロジェクトを選ぶ画面が出るので入れたいプロジェクトを選んで追加をクリック。完了の通知が出ればこれで OK です。編集画面に戻ったらコンテンツブラウザを確認します。ファブで追加したアセットが入っていない場合もあるので焦らずにプロジェクトに追加したアセットの名前を確認してください。私が今ダウンロードしたものはユーロピアンビーチという名前のフォルダで新しく作られて保存されていました。このフォルダの中を探してまずは1本だけマップに直接置いてみましょう。今回はこんな場所に入っていました。ユーロピアンビーチ、ジオメトリー、シンクルウィンド。スタティックメッシュをドラッグ&ドロップすると手軽にマップに追加できます。補足ですが、ダウンロードしたアセットによっては最初から風の影響で葉が微妙に動いている場合があります。確認しておいてください。この後フォリッジで配置するとこの動きが変わってしまうので後で調整が必要になります。数本だけならあまり影響はないんですが、何百本と並ぶと VR では大きな負荷になります。負荷がかかると VR はカクついた映像になって酔いの原因になりやすいので後で詳細を説明します。ここからフォリッジを使って森にしていきます。画面左上の選択モードのところをクリックするといろんな項目が出てきます。その中のフォリッジを選択します。フォリッジモードに切り替わるとパネルにいろんな項目が出ますが、まずは木を登録します。表示させたい木を選択してドラッグします。フォリッジのタブの方へ持っていくと黄色い枠でドロップ追加と出るのでそこでドロップ。これで木がフォリッジに追加されました。種類が多ければ多いほど自然な森になるので 2,3 種類は混ぜるのがおすすめです。
ペイントモードを選択した状態でビューポートにマウスを持っていくとドーム型の半透明の球が出てきます。これが選択範囲です。この範囲はブラシサイズで変更できます。ブラシサイズの他に調整するのはペイントの密度。これを大きくすればするほど木の密度が増えます。ゼロに近づくほど隙間が空いていく感じです。クリックして森を作っていきます。近い距離で森を作るのもいいのですが、遠い距離から俯瞰して森を作ることも大事だと思います。どんどんペイントしていきましょう。ちょっと削除したい、空間を作りたい場合はラッソを選択。削除したい範囲のブラシサイズを調整して範囲を選択して削除ボタン。選択された木がごっそり消えます。あとはどんどんペイントしていきます。森を作っていって一回近づいて見てみましょう。最初に作っていた草原まで近づいていきます。すごいリアルないい感じの森になりました。辺りを見回してみると見ているだけで気持ちがいい、そんな景色になりました。ここで VR プレビューでこの場所を体験してみましょう。 VR プレビューに入りました。画面はカクカク、とても快適とは言えません。何かしら調整が必要ですね。それからさっきの木の変な揺れも VR だとさらに気になります。この辺はここから順番に対応していきます。まずは木と木の間隔を調整できないか考えてみましょう。木の間隔はペイントの密度で決まります。密度が高ければその範囲の中で木の本数が増える。ただし半径という設定が別にあります。これは木と木の最小距離を決めるものです。優先されるのはこの半径の方です。図にするとこんな感じです。赤い四角がペイントするサイズだとします。例えば半径が100の時、ペイントの密度を300にしたとします。でも木と木の間隔が優先されるので実際に置かれる本数は50本くらいに収まります。密度を1にすれば当然1本だけ、10にすれば半径に干渉しないように10本配置されます。密度を100にしても半径の制約で38本くらいしか入らないという関係になります。このバランスを考えながら数値を変えていきます。 VR 開発では密度を上げすぎず雰囲気を保ちながら PC の負荷も抑える、このデザインが必要になります。ここが三人称一人称視点との開発方法が変わるポイントです。密度を整えてもまだ負荷が高い。ここで風で木が揺れているのを止めていきます。まずホリッジの中のアセットを選択して設定の方を移動します。インスタンスセッティングの中の詳細設定、ここにエバリュエイトワールドポジションオフセットという項目があります。これをオフにするだけで木の揺れがピタッと止まります。これを動きを止めたいアセット全部に適用していきます。これで負荷がかなり下がります。もう一つやっておきたいことがあります。同じインスタンスセッティングにカルディスタンスという項目があります。最小値を0、最大値をアセットに応じて変更します。目安として木は1万前後、草は1000以下、草の大きさによっては500くらいでも大丈夫です。森の中の設定では木は遠くまでたくさん見えるのが理想です。これは FPS の数値を見ながらやると分かりやすいと思います。 PC 環境によって最適な数値は変わるので自分の環境で安定する数値を探してみてください。 FPS を比較すると改善前は30から 40fps だったのに対し改善後は 60fps 以上まで向上しました。
ここでもう一度 VR プレビューで確認します。風で動いていた木と草を止めてだいぶ軽くなりました。でも首を振って視界を変えるとき、左右の端に黒い帯が出る、カクカクと出てしまう。これはまだ負荷がかかっているというサインです。これを対策するためにここからは少し冒険します。アンリアルエンジンのバージョン 5.5 から 5.7 にアップデートしたらどうなるか実験してみたいと思います。なぜ 5.7 なのか。5.5 の時よりもルーメンやナマイトの処理が改善されているという情報があります。そのため試してみたいと思いました。アップグレードの方法です。エピックゲームズランチャーから 5.7 のアンリアルエンジンをインストール。5.7 を起動して開きたい 5.5 のプロジェクトをクリック。プロジェクトを変換のメッセージが出るので、ここでコピーを開くを選択。コピーが完了したらそのプロジェクトを開きます。今回は問題なく開けたので、このまま先ほど作った森のレベルを開きます。ファイル、レベルを開く。マップを選択。無事に開いたら FPS を確認してみましょう。5.5 の時より10から 15fps くらい上がっています。多少の改善ですが、これでカクつきが消えるならそれでよし。実際に VR プレビューで確認してみましょう。と、ここでいきなりクラッシュしました。再起動してもう一度 VR プレビュー。動きはかなりスムーズになりました。このままこのバージョンでプレイできればいいんですが、カクカクは改善しましたが、この後またクラッシュしました。エンジンのスケーラビリティ設定をエピックから高に変更するとクラッシュの回数は減りました。それでも負荷のかかる場面ではクラッシュしてしまいます。ちなみに前回 5.7 で VR 開発をした時は光の柱が発生するエラーがありました。いろいろ試しましたが、あの時も解消できなかったので、私の環境では 5.5 が一番安定するというのが結論です。このバージョンの話は別の動画で詳しく解説しているので、よかったらそちらも見てください。しばらくは 5.5 で開発を続けます。何か進展があればその時バージョンを上げていきます。バージョン 5.52 に戻ってきました。次に試すのはエンジンの拡張機能設定をエピックから高に変更しつつ、草だけ動かして雰囲気を作るという方法です。まず草だけでも動かしたいと思い設定してみます。フォリッチで草を選択してエバリュエイトワールドポジションオフセットをオンに戻します。それから画面右上の設定の歯車をクリック。エンジンの拡張機能設定を選択してスケーラビリティの設定をエピックから高に下げて VR プレビューで確認します。できればエピックでやりたかったのでかなり試行錯誤しましたが、設定を一段下げたことでようやく快適に動くようになりました。今後さらにオブジェクトを追加していくときは草の動きも止めるかもしれません。今回はここをゴールにします。ここまでの内容を3つにまとめます。1つ目、ファブのプロシージャルフォレストパックのようなパッケージ系のアセットを使うと森の素材が一気に揃う。バージョンの互換だけ忘れずに合わせること。2つ目、フォリッチは密度だけじゃなく半径が優先される。このバランスを意識すれば VR で歩ける森の感覚が作れる。3つ目、 VR で重いと感じたらエバリュエイトワールドポジションオフセットをキバーオフ、草だけオンに、そしてカルディスタンスを木は1万前後、草は1000前後にしました。これは PC 環境で変わりますので納得のいく範囲で設定していきます。このセットだけで体感は劇的に変わります。私の環境ではバージョン 5.5 プラススケーラビリティ高、これが一番安定でした。
PC によって最適解は変わるので、自分の環境で触りながら探してみてください。VR 開発は作って終わりじゃなく立ってみて直すの繰り返しが本番です。次回は焚き火のセット方法と薪をつかむ。コントローラーに掴んだ時に振動を入れて掴んだ感覚をつける。そして火に薪を入れることにチャレンジしていきたいと思います。今日の内容でここがわからなかった、私の環境ではこうだったという方はぜひコメントで教えてくださいチャンネル登録と高評価も動画作りの励みになります。それでは次の動画でお会いしましょう。